見抜きがやりました。なんだって？見抜き、自分が何を言っているか分かっているのか？今のは違うよね。うるさい刑事さんに耳元で怒鳴られて、つい思ってもいないことを口走っちゃっただけだよね。自分は怒鳴ったつもりはないのだが。どうなんだ見抜き。どうもこうもないわ。本人が認めたんじゃから逮捕じゃったよ。さあ刑事さん、この悪党をさっさと牢屋に放り込んでくだされ。ちょっと待ってください。もう一度彼女に確認させてください。何度聞いても同じことじゃ。いいかいみぬきちゃん、落ち着いて聞いてくれ。マジックの種を俺たちに話してほしい。そうすればみぬきちゃんの無実を証明できるかもしれないんだ。説明できるよね、みぬきちゃん。マジックの種は明かせません。それだけはできません。聞きましたか刑事さん。こいつは犯行の手口を隠しておりますぞ。もう魔術師君、このままでは自分はジャスティスの名のもとに君を容疑者として逮捕しなければならない。それでもいいのかね？見抜き、どうして種を明かさないんだ？だって大魔術師が自分からマジックの種を明かすなんて、そんなことできるわけないよ。見抜きにも魔術師のプライドってものがあるの。気持ちはわかるけど、今はみぬきちゃん自身がミケランジェロを盗んだ犯人扱いされているんだよ。そんなこと言ってる場合じゃないだろう。それでもこのマジックの種は明かせません。これはみぬきがパパに教えてもらったマジックだから、パパと約束したんです。このマジックの種は絶対に誰にも明かさないって。みぬき、この約束だけは破れない。ごめんなさい。パパってなるほどさんのこと？いや、僕のことじゃない。でもみぬきちゃんのパパと言ったら。分かったよみぬき。そういうことなら話さなくてもいい。なるほどさん。それじゃみぬきちゃんが。大丈夫だ。マジックの種は僕たちが解いてみせる。それならみぬきが明かしたことにはならないだろう。約束も守れるはずだ。パパ。そうか。そうですよね。みぬきちゃんが話せないのなら俺たちが種を解明してしまえばいいんだ。みぬきが無実だということは僕たちはみんな知っている。だから僕たちを信じて少しの間だけ待っていてくれ。ごめんねパパ。それとありがとう。自分は感動を禁じ得ない。麗しき親子愛に免じて無罪放免。本当ですか？と言いたいところだが、これも役目だ。正義を執行させてもらうよ。魔術師くん、署までご同行を願う。なんだ、いいとこあると思ったのに。待っててくれみぬきちゃん。必ず助けるからね。驚きさん、ここねさん、パパ。みぬき。では我々は失礼するよ。よし、みぬきちゃんの無実を証明するために早速マジックの種を解明するぞ。マジックの種明かしか。先輩、まずどこから手をつけましょうか？そんなの決まってる。どうすればいいですか、なるほどさん。ちょっと先輩。いやー、マジックの種を解明するなんて俺も初めてだから。僕が気になっているのは、果たしてあのマジックはみぬき一人で成立するのかどうかということだ。みぬきは地上の舞台でミケランジェロを消してみせた。予定では次にミケランジェロは空中ブランコに乗って登場するはずだった。ということは。わかりました。つまり誰か協力者がいるということですね。俺が言おうとしたのに。いいけどさ。でもその協力者を探してどうするんですか？そうか、その人にならみぬきちゃんがマジックを。その人にならみぬきちゃんがマジックの仕掛けを説明している可能性があるわけですね。いや、だから俺が今それを言おうと。
いいけどさ。みぬきちゃんのマジックの協力者か。現時点で一番それらしい人といえば。なんだ、なぜわしを見る。わしは知らんぞ。わしは何も聞いてない。わしは被害者だ。ですね、大切な猫がいなくなって苛立つ気持ちはわかりますけど、まだみぬきちゃんが盗んだと決まったわけじゃないんですから。はっ、ミケランジェロを盗んだのはあの娘に決まっておる。ミケランジェロが価値のある猫だと知って盗んだのじゃ。あの子はそんなことをする子ではありません。これからそれを証明してみせますよ。お主はあの娘の父親と言っておったな。娘の不始末は親の責任じゃ。後ほどお主にも損害賠償を請求するぞ。覚悟しておれ。すっかりみぬきちゃんのことを犯人だと思い込んでますね。損害賠償って、まさか1億円。だからそれは他の猫だって言ってるでしょ。そうだったな。それにしても引っかかるんですよね。あの人まるでもうミケランジェロが絶対に戻ってこないような口ぶりだったな。みぬきちゃんが盗んだっていうのなら損害賠償よりも先に猫を返せっていうのが普通なのに。とにかく他の団員の人にも話を聞いてみよう。すみません、今回のマジックショーのことで何か知っていることはありませんか？いや、俺は何も聞いていない。ミケランジェロが消えるマジックのことですが、何か聞いてませんか？さあ、俺も知らないな。そもそもショーの中でマジックをやるなんて初めてのことだったし。初めて？知っての通り、うちは動物たちのショーがメインのサーカスだからね。どうして急に団長もあんなことを思い立ったんだかわからないよ。そういえばみぬきちゃんに電話で直接マジックの依頼をしてきたのも高坂団長だと言ってたよね。ミケランジェロについてはどうですか？何か知っていることがあったら何でもいいので教えてもらえませんか？あの猫は団長のお気に入りの猫でね、うちにいる動物たちの中でも団長はミケランジェロのことを特に可愛がっていたよ。直々に世話をするくらいにね。俺たちもミケランジェロには指一本触れることはできないんだ。あの猫に触れられるのは団長だけさ。誰にも触れさせないか。なんだか嫌な感じですね。ちょっとここねちゃん、団員さんたちの前でそんなにはっきり言ったらダメじゃないか。いや、俺たちも同じように感じてるから。俺たちがこんなこと言ったなんて団長には黙っていてくれよ。ええ、もちろんです。ところで舞台の方を見せてもらってもいいですか？ああ、いいよ。勝手に見ていってくれ。へえ、これがサーカスの舞台か。こんなところに立つの初めてだよ俺。こっちから客席はこんな風に見えるんですね。大勢のお客さんに注目されながらショーをやるなんて、みぬきちゃんすごいな。法廷で傍聴人に見られているのとはまた違う緊張感があるよな。二人とも感心してないでちゃんと調べないと。すみません。でもパッと見た感じ普通の舞台ですよ。マジックの種に関するヒントは何もなさそうですけど。いいかい？物事の真相を見抜くにはあらゆる角度から調べる必要があるんだ。どんな細かいものも見逃してはいけないし、疑問に思ったことは実際に自分の目で見て手で触れて確認することが大切だと僕は思う。さすがはなるほどさん。とっても勉強になります。うんうん。ここでみぬきちゃんがミケランジェロを消して、それから空中ブランコにミケランジェロが乗って出てくるってはずだったんだよな。一体どういう仕掛けだったんだろう。私上に上がって調べてみます。そこまでする？疑問に思ったことは実際に自分の目で見ることが大切って今なるほどさんに言われたばかりでしょ。その通りだよ、ここねちゃん。じゃあ早速行きましょう、なるほどさん。僕も行くの？疑問に思ったことは実際に自分の目で見ることが大切なんですよね。その通りだよ、驚きくん。じゃあ2人が上に行っている間、
俺は舞台の床を調べておきます。お願いします先輩。さあ行きましょうなるほどさん。いや本当に行くの？思ったより高いな。下から見るより全然高いじゃないか。あれなるほどさん、もしかして高所恐怖症ですか？そんなわけないじゃないか。ですよね。じゃあちょっとブランコに捕まってみてください。そこまでする必要あるかな？もちろんです。物事の真相を見抜くにはあらゆる角度から調べてみないと。その通りかな。捕まるだけでいいですから。何も実際にやってみせろなんて言いませんよ。一応確認するけど後ろから押したりしないよね？やだな、私がそんなことするわけないじゃないですか。わかった。じゃあよっほら捕まったよ。ありがとうございます。こうやってミケランジェロもブランコに乗る予定だったと。ミケランジェロはどうやって空中ブランコに捕まるんだろう。もういいかな？もうちょっとそのままでお願いします。そもそもあそこからここまで一瞬で移動する方法は。もういいんじゃないかな？もうちょっとだけ。あれ、こんなところに何か落ちてますよ。これってもしかしてみぬきちゃんのマジックパンツ？どうしてこんなところに。あれ、なるほどさん。死ぬかと思った。何してるんですかなるほどさん。実際にやらなくてもいいって言ったのに。君が押したからじゃないか。そんなことよりこれ見てくださいよ。そんなことって。それみぬきのマジックパンツ？やっぱりそうですよね。ここに落ちてたんです。あの時みぬきちゃんは下の舞台にいたわけですから、彼女のマジックパンツがここに落ちてるなんておかしいですよね。もしかしたらこれマジックの種に関係あるのかも。さ、とりあえず下に降りないか？そうですね。じゃあ。先輩、上にこんなものが落ちていました。これはみぬきちゃんのマジックパンツか？マジックの時みぬきちゃんはこれを使ってミケランジェロを消してみせたんですよね。それがどうしてあんなところに落ちていたんでしょう？いや、あの時みぬきちゃんが使っていたパンツはピンク色だった。でもこれは青色だ。言われてみれば。ということはこのパンツはマジックに使用していたものとは別のものということになりますね。これがマジックを成功させるための鍵になるとすれば、みぬきちゃんとは別にこのパンツを持った人物があの時あそこに立っていたんじゃないかな。つまりその人物こそがマジックの協力者というわけですね。おそらくそう考えて間違いないと思う。やっぱりなるほどさんの言った通りでしたね。実際に自分の目で調べて大正解です。さすがなるほどさんだ。ところでそのなるほどさんは？あれ、一緒に降りてきたはずなのにどこ行っちゃったんだろう。なんだかさっきから悲鳴みたいなのが聞こえるけど、まさかなるほどさんじゃないよな。まさかあの人が悲鳴なんて。おーい、なるほどさん、どこ行っちゃったんですかなるほどさん。上って。あっ、